新種恐竜多数命名、モンゴルで恐竜発掘したりもしておりますこちるい進む恐竜研究者です。今回紹介するのは超巨大な肉食恐竜ゴルゴサウルスの脳みそが成長に伴って一体どのように変化するのか、その謎を解明した論文です。早速見ていきましょう。まずそもそも恐竜の脳みそって一体どうやって研究するのか、そこから始めていきましょう。恐竜の研究ってどうしても化石を対象としてしまいます。なので、恐竜の脳みその研究といっても脳みそそのものの研究ができるわけではないんですね。もちろんやってみたいです。やってみたいのは山々なんですが、脳みそが化石として残らないという問題がもうでかすぎます。この問題は克服できません。なので、もうどうにかこうにか化石として残っている部分を使った方法をですね、ひねり出す必要があるわけです。そこで使われるのがこのような大掛かりな機械です。CT 画像解析といって化石に放射線を当てることでその内部の構造を明らかにしようという試みがあるわけですね。このような機械を使うことで、例えば鳥の頭をスキャンし内部から脳みその形状だけを取り出すという研究手法があるわけです。このような方法を使うことによって脳の形や進化、果ては恐竜の頭の良さなんかが調べられてきました。脳研究に関してはうちの配信でもいろいろと紹介してますので、興味がありましたらぜひ他の動画もご覧ください。さて、このように研究手法が確立されたかに見える恐竜の脳みそ研究ですが、実は大きな課題があったりします。複数あったりしますので、いろいろあるんですけれども、特に問題になるのは実脳 VS エンドキャスト問題です。説明していきましょう。実脳とはですね、文字通り実物の脳みそそのもののことです。神経細胞が複雑なネットワークを作っており、脊椎動物の意識的な体の動きから無意識的なホルモン制御まで支配している神経系の中心です。エンドキャストとは逆にその脳みそが入っている入れ物のことを指します。つまり頭蓋骨の内側ですね。CT スキャンで見ているのは実はこのエンドキャストの方です。で、問題というのはですね、このエンドキャストと脳みその形や大きさが常に1対1対応しているわけではないということです。ただ一応ですね、人間の場合エンドキャストにパンパンに脳みそが詰まっているということになっていますので、基本的にエンドキャストの大きさイコール脳みその大きさと考えても大丈夫です。鳥も基本的に同じです。ただ爬虫類の場合、脳みそがエンドキャストをある程度満たしているものもあれば、エンドキャストばっかり大きくて実は脳みそが小さい、つまり頭空っぽっていうパターンもあるわけですね。この場合化石を CT スキャンしてエンドキャストの形や大きさを取り出したとしても、それが実際に脳みその形や大きさをどの程度反映しているのか、それは分かりづらいんですね。しかもワニの場合、子供から大人になるにつれてエンドキャストが大きくなるということが分かっています。この左上の2つは小さな子供で、脳とエンドキャストの大きさもほとんど一致しています。しかし少し大きくなると脳の周りにこれ膜みたいなものが表示されていますね。これがエンドキャストです。つまりエンドキャストと脳の間に乖離が生まれ始めてるんですね。そしてさらに大きな個体になってくると、もうエンドキャストの形は全く脳を反映してません。だからこそ正確に脳の大きさや形を知りたければ、小さな子供を研究対象にした方がいいと言えます。しかしこれまで恐竜の脳研究で使われてきた化石の大部分は大人のものです。これにはいろいろとメリットもあるので一概に悪いとは言い切れません。ただせめて恐竜で一体どのように脳が成長変化するのか、それは知っておきたいところです。そこでこの研究では大型のティラノサウルス類ゴルゴサウルス6個体を CT 解析しています。このうち幼体が2個体、亜生体が2個体、若年生体と成体が1個体ずつが対象となっており、一番大きい個体は一番小さい個体の 1.7 倍くらいの大きさがあります。
一応十分なサイズレンジと言えるでしょう。さらに他のティラノサウルス類の脳みそとも比較してますね。これは以前の研究でデータが出されていた恐竜たちです。では早速この比較の結果を見ていきましょう。エンドキャスト全体の体積は一番大きいものは一番小さいものよりも 58% も大きいことが判明しました。頭の大きさは 1.7 倍程度の違いがあるのに比べるとエンドキャストの成長率が低いということが分かります。形を見ていくとゴルゴサウルスのエンドキャストは成長を通じて緩やかな S 字を維持することが分かりました。また全脳と小脳でそれぞれピークを持っています。この辺はコエルロサウルス類に共通する特徴ですね。そして幼体と成体の最大の違い、これは脳の特徴の明瞭度です。子供の方が脳の各種の特徴が圧倒的に明瞭にクリアに現れているんですね。これはもうまさにワニの脳とエンドキャストの関係で見られた結果そのものです。つまりゴルゴサウルスやひいてはティラノサウルス類の脳は鳥ではなくワニに近い成長をしていただろうということが今回明らかとなりました。さらに踏み込んでこの研究では幼体の方が脳の研究に適しているとしています。大人になると細かい特徴が失われてしまうのでしっかりと特徴を保持している幼体の方が研究対象としては良いだろうという主張ですね。ただワニの脳を見ると分かるように大人と子供ではエンドキャストだけではなくて脳の形もびっくりするくらい変わります。幼体の脳を使うのであればこのような成長変化も合わせて考慮する必要があるでしょう。でもその辺を気をつけた上でゴルゴサウルスの脳の特徴を見ていくと大きい大脳や分離した視葉、大きい嗅覚、傾いた大脳とゴルゴサウルスの脳は原始的な特徴と進化的な特徴両方の特徴を併せ持つモザイク状の構造をしているとこの論文ではしています。まとめますと少なくともゴルゴサウルスにおいて子供のエンドキャストは実脳の特徴を大人のものよりもはるかによく反映するという可能性が今回明らかになりました。これはワニと同じ傾向で少なくともティラノサウルス類において脳の発達方式は鳥よりもワニ型であっただろうということです。でこの子供のエンドキャストを使うとゴルゴサウルスは進化的な特徴と原始的な特徴それらを併せ持つことが分かりました。将来的には他の恐竜類も幼体の解析がされることで脳みその鳥への進化過程がはっきりしてくるものと期待できます。ゴルゴサウルスの脳の成長面白かったですね。子供の方が進化の研究に適しているっていうのは本当に意外でした。これが面白いと思ってもらえたらぜひぜひ高評価やチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。このこちるいチャンネルでは他にも恐竜の最新研究を毎週日曜日にライブ配信でお伝えしています。もしこの動画を見て面白いと思ってもらえたらそっちにもぜひぜひ遊びに来てください。ではまたお会いしましょう。